こんにちは、ペンタロウです。ヤマハの 155cc が良すぎるので、ラインナップと走行感の良いところを緩めのテンションで紹介します。まず 155cc ラインナップからいきましょうか。XSR155、YZF-R15、NMAX155、X フォース、トリシティ155、アエロックスという6車種ですね。XSR155 は最近発売されまして、年間販売計画4000台、価格は54万円くらいになってます。ネットで見ると安く売ってるものもありまして、40万円くらいのものも新車を見かけます。見た目同じ感じで分かりづらいんですが、実はインド仕様だったりするので、この辺は気をつけてください。修理や保証などを考えると国内仕様の方が良いとは思いますので、自分で何でもできる方とか、販売店がしっかり面倒を見てくれるっていう場合は、低価格の輸入品もメリットがあるかもしれないんですけれども、国内仕様は現状安いものでも50万円台前半だと思うので、およそメーカー希望小売価格程度のコストにはなりそうです。こちらの XSR155 は巷でだいぶ人気がありますね。結構注目されています。先日車両のレビューをペンタロウもしましたけれども、とても有能でいろいろな用途に活用できるポテンシャルがあるので、一家に一台あって損はないかなっていう、そんな存在ですね。シート高が 810mm なので、購入ボリュームゾーンの男性では平均身長の股下くらいではむしろ低すぎるくらいのシート高のスペックではあるんですけど、実際やや膝が窮屈になりがちという方もそれなりにいらっしゃると思うんですが、という数値でありながら、残念ながらシート下の幅が広すぎるために地面が遠くなってしまっているので、身長が高い人低い人それぞれ足問題を抱える人の割合が他のバイクより多めというのがちょっと残念なところです。ただ足つきが悪いとはいえ、スクーターほど悪いわけではなく、例えばシート高 790mm の XADV というホンダの大きめスクーターがありますけれども、その 790mm より 810mm の XSR155 の方がだいぶ地面が近いと感じるはずなので、足つき悪い言われるほどは悪くないかなと、そんなところですかね。気になる人はぜひ現物を触ってみていただけるといろいろわかるんじゃないかなと思います。そして次に YZF-R15、 こちらは税込み55万円という価格になっています。 R15 は春に激安だったので、ペンタロウが買った話は散々していますが、もうぼちぼち激安品がなくなってきているようで、30万円台はさすがにほぼ数が少なそうです。45万円くらいは全国的にまだ散らばっていそうなので、欲しい人はお早めに駆け込むとよろしいんじゃないかなと思います。先日激安で買ってレビューのお話をしましたけれども、そうしたら自分が狙ってたのに公に紹介するなっていう趣旨の謎のお叱りコメントもありましたが、ちょっと何言ってるかわからない感ありつつも、いろいろな方がいらっしゃいますね。狙っていたら早く買うのが吉かなと思います。ペンタロウは見つけたその瞬間に買いました。こちらの YZF-R15 は XSR155 よりシート高が 5mm 高いスペックなんですけれども、足つきはこちらの方がだいぶ良いですね。ただ前傾姿勢が結構ハードな方で、 YZF-R3 や25、それから忍者400、250、この辺くらいと思っているととんでもない姿勢の違いに驚くと思います。車体はコンパクトなんですが、姿勢は本格派で、身長がやや高めだと妙に圧縮した乗車姿勢になって落ち着かないかもしれません。あとミラーが非常に見づらいのが難点なものの、全体的には楽しく走れる優れものバイクで、販売終了が惜しいところではありますね。ただ先日ラジオチャンネルでお話ししたように、きっと日本でも YZF-R2 を発売してくれるとペンタロウは信じています。そして NMAX155、 PCX 系の形をしたスクーターで税込み46万円くらいになっています。昨年は生産台数が少ないながら、販売台数は 125cc オーバー総合23位と人気でした。今年もまずまず順調のようなので、販売台数を稼いできそうです。ハンドルに加速装置ボタンがあって、押すとシフトダウンするイメージで CVT が動いてエンジンが高回転側にシフトするという、そんな機能もあります。ペンタロウは NMAX155 を前から欲しいと思っていて、手持ちバイクをいろいろ減らしたら近所の足用にいいかなと思っているんですけれども、ミニバイクのホンダグロムもいいんですが、 125cc は高速に乗れずにちょっと不便なので、 155cc のように首都高に乗れて、そのままで荷物をちょっと詰めて車体がコンパクトっていう、そういうものがあると便利だと思っています。
というふうに考えると NMAX155 はちょうどいいんですよね。それで競合の PCX160 も売れているんだと思うんですが、ペンタロの今の気分では PCX より NMAX の方がそそられるかなと。正直そんな変わらないと思いますが、値段もちょっと安いんですよね、こちらの NMAX の方が。ということでとても気になる NMAX155 です。次に X フォース、こちらは税込み40万円くらいになっています。足元フラットのスクーターですね。値段も安いし車重もさらに軽い130キロと、単純な利便性ならこちらの方が良さそうなんですが、ここは好みが分かれるでしょう。販売台数は NMAX155 とほぼ同数で、ヤマハの中では台数が出ている車種になっています。 125cc より大きい足元フラットスクーターというのは実際は希少で、国内メーカーで探すと自然に X フォースにたどり着くということになっていますが、プジョーのジャンゴというレトロ感あるモデルもあります。こちらは 150cc もあってお値段46万2000円。ジャンゴは以前ファイナルエディションが発売されて生産終了となっていますが、メーカーサイトを見る限り150の在庫がまだあるようには見えます。スイートというモデルは継続しているようで、こちらの 200cc が42万3500円になっています。海外スクーターは他にベスパが有名ですが、こちらはパッと見足元フラットっぽいと思いきや、実際にはちょっと段差があります。そしてトリシティ155、税込み62万円くらいになっています。すでに廃盤ですね。今年生産終了の予定になっていたので、もうおよそ終了しているかなというところと思います。在庫は探せばまだありそうなので、新車を欲しい人は早めに駆け込むことをお勧めします。トリシティは125から300まで大中小の3種類販売されていましたが、全て販売終了となったので、今後トリシティを見ることは少なくなりそうです。もっと大きい内見もありましたが、そちらは数年前に終了しているので、これで前二輪の三輪車が国内では絶滅することになりました。海外ではこの三輪モデルは継続されるとのことです。ニューモデルのアエロックス、最近発表されまして、動画配信時点ではまだ発売待ちの状況です。年間販売台数が1400台、税込み48万円くらいになっています。NMAX より高いですね。ヤマハさんの大好きなスポーツ売りで、コンセプトはスーパースポーツモデルに最も近いスクーターということだそうです。そういえば 560cc の T-MAX もオートマチックスーパースポーツと言っています。ヤマハといえばですね、スマホとつなげますと言ってナビはガーミンしか使えないっていう、そんなメーカーですが、初年度地図は無料でインストールできるものの、その後の地図更新は有料っていう昔のカーナビビジネスそのまんまという、そんな残念なガーミンさんとの連携なんですが、アイロックスの方はですね、なんと Google マップが無料で使えるそうです。地図の表示はできずに矢印だけの簡易ナビになってます。ヤマハでこのパターンに対応しているのはテネレに次いで2つ目かなと思うんですが、もし間違ってたら教えてください。ここに Google マップ積んできたということは、そろそろガーミンと手を切れるように下準備が整ってきたんですかね。完全に手を切ったら Google マップの地図もディスプレイに表示できるようになるんでしょうか。この辺ライセンスの関係もあるかもしれないんですけれども、そうなってくれるとみんなホンダからヤマハに流れてきそうな感じもします。ホンダの同じような矢印ナビにロードシンクというアプリがありますけれども、あちらはですね、バイクとつながってる状態じゃないと、つまりキーオン状態じゃないと目的地検索すらできないという、ちょっと残念な仕様になってまして、しかも1回つないだレンタルバイクとかバイクのリストから消せないとかですね、これペンタローだけですかね。いろいろ操作してもなかなかできずに、一回アカウントを消去して全消しするみたいな、そんなことをやりましたが、ヤマハはヤマハで複数台とつなげるのに簡単に切り替えができなかったりとか、やや残念な部分もあります。この辺は各社アプリの利便性を改善してもらえると大変助かるところですね。いずれにせよ Google マップの地図表示とかできるようになるといいですね。カープレイの方がナビが選べていいんですけれども、ライセンスコストがかかるんでしょうね。ということで、なかなかカープレイを搭載してくれるバイクが少ないんじゃないかなと思います。そんな 155cc ラインナップですが、ペンタローは YZF-R15 を主に近所移動のお供にしてまして、前傾姿勢はハードなものの長距離行かなければ問題なかろうという、そんな風に思います。乗車中は背筋の軽い筋トレにもなるので、一石二鳥ですね。少し足を伸ばして半日1日でトータル200キロくらいのプチツーリングくらいはします。
それくらいの幅で難なく活躍できるので、150なんて使い物にならないだろうと思う人はぜひ体験してみると世界が広がるのでおすすめです。このように155シリーズは相変わらず色々良いので、具体的に改めて感心した点を整理してみようと思います。まず高速性能ですね。ここが一番の驚きです。 155cc なので乗れるは乗れるけどねというくらいで体験前は思っていたんですが、実際100キロ走行程度は余裕です。本当に余裕がありまして、車やゴールドウィングなどと比べてはダメなんですけれども、それはもちろんそうなんですが、その他大型クラスと比べてももちろん高速走破性能は劣りますが、250クラスと比べると遜色はないかなと思います。逆に下手な250より高速走破性能が高いというところですね。ペンタロは 250cc クラスはいろいろ慣れてまして、ホンダ CB250R、スズキ GSX250R、川崎 W230、古いものだと川崎エストレア、ヤマハセロー、250ではないけどヤマハ SR400 とかですね。 SR は実際 125cc くらいの高速道路走行性能なので、くれぐれも SR をけなしているわけではありません。といろいろと比べてもヤマハ155は勝敗器量群の中ではピカイチですね。 R15 だけでなくネイキッドの XSR155 も直進安定性が高いので、同じように他と比べて楽に走れます。実際他社と比べると GSX250R は100キロ走行時のエンジンの振動が結構辛くなってきますが、ヤマハの155エンジンは100キロ走行も余裕です。ハンドルの振動はあまり感じませんね。ホンダの CB250R ファミリーは結構いい勝負なんですけれども、ヤマハの方が高速走りやすいかなっていう風に最近は思ってます。ペンタローの CB250R はパフォーマンスダンパーとスクリーンを増設していまして、その武装した状態の体感でネイキッドの XSR155 と互角かやや上回るかくらいに、そんな風に感じます。ただこれは僅差なので日によって気分が違うかもしれません。加速性能は CB250R の方が段違いに速いです。という風に 250cc クラスの中で比べて高速道路走行が本当に余裕があると思います。250を超えて R3 くらいと比べても遜色ないというとさすがに大げさですが、 155cc ながらいざとなれば高速に乗れるけどねというレベルではなく、日常用途として高速道路の利用も組み込んでいける性能があります。そんじょそこらの 250cc より快適に感じる高速道路走破性能だと思いますが、オーナーの方がいらっしゃればぜひ感想を教えてください。 YZF-R15 と XSR155 はフロントタイヤサイズの違いやカウルのあるなしなどの違いもあるので、いろいろ相殺してどっこいどっこいかなと個人的には思います。あとは全体的に車重が軽いですね。ヤマハの 155cc はおよそみんな140キロくらいで、 X フォースに至っては130キロになってます。車重が軽いと気持ちが軽いですね。ちょっと止めてちょっと転がして走り出すということに何の苦もないです。この軽さは心の疲労感が全然違いますね。どこに行くにも当然ノンストップではないのでたびたび休憩すると思いますが、その時に何度でも気軽に止めて発進できるというのは疲れてくる一日の後半などに心理的なありがたさがとても大きいです。そして 155cc の良いところには、なんだかんだ言ってバイク全体からすると価格が安いということもあります。安いと心置きなく自分でいじれますね。高いとちょっと気が引けるというか、壊すと部品高いぞとかですね。他にも車重が重いと作業時にいろいろ厄介というのもありますし、軽いバイクの方が非常に分解しやすいと思います。車重が軽く値段も安く、それによって心が軽い。これは DIY するにはとても重要ですね。ペンタロは今いろいろやってますけれども、先月末忙しくて手をつけられなかったら一気に暑くなってしまいまして、暑い中作業するのがしんどいので、エアコンと照明完備の1台作業用ガレージが欲しくなりました。といろいろメリットがある155ですけれども、正直これほどコンパクトで活躍範囲が広いバイクというのはなかなか多くはないと思います。コンパクトさと軽さで、それでいて高速も余裕でこなせて、その対応幅の広さがすごいですね。R15 についてはミラーが見づらいという欠点がありますが、何らか改善の手段はあるので、ある程度はなんとかなると思います。 XSR155 などはミラーが見づらくはありません。 R15 の前傾はそれなりですが、ペンタローは最近同じく所有しているハードな姿勢の XSR900GP のおかげで R15 の前傾はむしろ優しく感じています。最近むしろこの程度の前傾じゃないと気持ち悪いと感じるように、ちょっとそっち方面の変態系になってきました。
そんなこんなで R15 は自分の中で万能バイク化していまして、 VVA エンジンをかち回しても楽しいし、火の打ちどころがないというのが正直な感想です。 XSR155 の方は体型が愛さえすればネガティブは少ないと思います。スクーターはホンダの PCX と ADV があるので敵が強すぎる感はありますね。ヤマハの 155cc は全体的に苦手が少ない万能バイクの傾向がありますが、そういうバイクは際立つ個性が少ないという面もありまして、ペンタローは手元の万能なバイクが比較的入れ替わりやすいんですけれども、いくつかバイクが手元にあると個性が強くないと生存競争を勝ち抜けないという、そういう面があるかもしれないですね。逆に長所と短所の振れ幅が大きい方が替えが利かない存在にはなりやすいです。とはいえ1台はこういう便利バイクが欲しいところなので、 155cc をサブバイクとして活躍するのはとても良い選択なんじゃないかなと思います。むしろサブばかり活躍することになりそうで、正直これ1台でいいかなと思ってしまうかもしれません。ヤマハの155は持っていて損はないと思うので、250クラスとかで手頃に使いやすいの欲しいなと、そういう風に思う人がいれば合っているんじゃないかなと思います。あとは手軽に自分でいじくって遊びたいとかですね、興味がある方はぜひ手を出してみると面白いんじゃないかなと思います。また勝敗器量についてもいろいろ扱っていくので、よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイボいただけるとありがたいです。ペンタロー LINE スタンプもあります。ラジオチャンネルでバイクの小話、90円のメンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。